ゼロハイプロジェクトは海洋問題と向き合うリーダーを育てることをテーマとした事業です。30名の未来ある学生たちが海洋問題を知り、考え、自らにできることを実際に行動するといったところまで行うプロジェクトです。約1年間、毎日のように海洋問題と向き合い、日本で最もプラスチックの流れ着く対馬でのフィールドワークや海遊館で行われた未来環境を通して学びを深めてまいりました。自分たちがリーダーとして一人でも多くの方たちに海洋問題を知っていただくため行動を続けたその成果を本日発表していただきます。私たちの目的はペットボトルを屋外でキャップとラベルを分別する人の割合を減やすということを目的としました。その目的を達成するための第一歩として私たちは分別の重要性を伝えることができて誰もが参加できるような参加型のアートパネルの設置を企画いたしました。そこで行った取り組みの時の様子はこんな感じになります。大きなボードに1人ずつキャップを貼っていくような形で回収していきました。その宣伝方法としてはインスタグラムのストーリー機能や校内の巨大なスクリーンに投影することによって学生や先生方にどんどん広めていきました。それと同時に設置したポスターにおいては SDGs の12番と14番のマークを入れることによってパッと見て環境問題や SDGs に関係したことに取り組んでいるということが分かるようにしました。そこで私たちはこの L プラスチックチャレンジというものを提案します。L プラスチックチャレンジの L はルーズという意味でプラスチックを減らそうという思いが込められています。ルールとしてはまず1つ目は1日で発生したプラスチックごみをプラスチックごみが出るたびに写真に収める、または全部夜まで撮っておいて最後にまとめて写真を撮影します。そして2つ目、夜の8時から10時に1日に発生したプラスチックごみの写真を撮ってインスタをはじめとする SNS でシェアをします。なぜ8時から10時にしたかというと、このグラフから分かるように8時から10時というのはどの日もアクティブユーザー率が 20% 以上を維持しているゴールデンタイムと呼ばれるものだからです。そしてこの今説明させていただいた L プラスチックチャレンジによって期待できる効果としては1日でどれだけプラスチックごみが発生したか見える化できる、そして使用量を減らそうという意識するようになります。そして SNS に投稿するためにきれいに洗おうという意識が芽生えます。私たちが約半年かけて行ってきたこの活動は私たちが主に足を運んで現地へ行き講演をして生徒たちに伝えその生徒たちが行動を起こしてもらえるよう目指して活動をしてきました。しかしこのままでは持続性に欠けてしまうと考えています。そこで私たちが行ってきた講演の内容の部分を動画化しこの一連のプログラムをパッケージ化することによって私たち自身が足を運ばなくても全国の学校にシェアできるのではないかなというふうに考えています。そしてここにいらっしゃる皆様にも海洋問題解決に向けてできることはたくさんあります。その一つとして今日帰ったら大学生が万博でこんなことを話していたよっていうふうに誰かに何かを伝えることです。全くハードルは高くないと思います。皆様のこの一歩が海洋問題解決の大きな問題の解決につながると考えております。ぜひ私たちと一緒に海洋問題解決に向けた一歩を踏み出しましょう。皆さん、11億円あったら何に使いますか？もうこんなうさんくさい見た目でなんかこんな意味わからん話をしだしたと思うんですけど、ちょっと聞いてください。この11億円もしあったら何に使いますか？超大豪邸かマンション買ったりとか、スポーツカーもうめっちゃかっこいいの買ったりとか、世界一周とかなんかいろいろ何でもできると思いますけど、そんな11億円が失われた事件があります。それがこちら、橘湾赤潮被害11億円事件というものになります。海洋問題と聞いて皆様よくわかんないとか難しそうという意見を持たれると思います。しかしインスタグラムアカウントエコスプーンキッチンに情報を
一つに集約し簡単に説明することで皆さんに海洋問題ってこういうことなんだという理解をしてもらいたいなと思ったからインスタグラムアカウントエコスプーンキッチンを立ち上げました。こちらのエコスプーンキッチンをフォローして実際に海洋問題について学んでみてください。海洋ゴミの問題は世界が直面している今非常に深刻な問題です。これは私たち数人の力では到底解決なんてできっこない、そんな難題になっています。だから私たちはこの強敵を前に企業の皆様と連携し、街を歩く一人一人、あなたもあなたもあなたも皆さんと手を取り合える、そんな仕組みを作ることが真っ先にやるべきことだと思いました。従来の行政 NPO が主導するいわゆるボランティア活動主体の海洋問題への対策ではなくって、企業の皆様にもメリットがある新しい協力体制を築くこと、そうして新たな武器を持ってこの問題に取り組もうと考えました。だからそのためにトス&テル&ジョイン、これが私たちの合言葉です。私たちが求める社会、それはたった一つ、それはポイ捨てがゼロの社会です。今日このお話を聞いて少しでも心惹かれてくださったんであれば、今日から私たちにジョインしてください。出場いただいたプレゼンターはこちらの8名になります。多数の応募の中からです。厳正なる審査を得てで選出させていただきました海洋環境問題に関するプロフェッショナルの8名となります。エコシステムを構築することによってこの未利用資源を宝にするということを考えております。でこれ養殖いかだの絵になっておりますけれども、このシステム自体が3層構造になっておりまして、上の上部層につきましては、従来通りなんですが、牡蠣の身と殻というものが、食品で、殻は石灰になると。で中間層につきましては受け皿を設置しまして、偽粉を回収するといったところで、これが畜産用の飼料であったり、有機飼料になると。でその下の層につきましてはこのリーフボールというものがございまして、こちらを設置をすることによってこの藻場の醸成であったりこの生物多様性の保全といったところも担保できるといったところで、経済性と環境の両立を進めたいといったところを考えているところでございます。僕たちはですね20年間神奈川県の江ノ島で目指せ日本一楽しいゴミ拾いを合言葉に活動している団体でございます。海の日というのは海の恩恵に感謝をする日なんですけれども、赤いサンタクロースは白い袋から子どもたちにプレゼントを渡すと、青いサンタクロースは真夏の海の日に白い袋持ってですねゴミを拾って未来の子どもたちに素敵な海を残すぞというブルーサンタゴミ拾いをやってもう10年になるんです。どんなものを入れてるかっていうと、めちゃくちゃ簡単で浮きと基質と重りがあるといったものです。でこの基質部分が私たちオリジナルのものを使ってまして、基質って何かっていうと海藻が付着するところを基質と言います。で海藻が付着するときに、何が大事かって、海藻って胞子から種みたいなものが付着してそこからわさっと大きくなるんですけれども、それが付着しやすいものを見つけ、それがそこから海藻がどんどん大きくなるので、また大きくなった海藻っていうのが、シノウハンを作り胞子を出し、また横の装置について再生産ができる取り組み、そういうところを今実際にやっております。で今年度の検証でいうといろんなところでやったよというところに関しては、全部漏れなく藻場組成は成功しているので、また来年度以降も実際にこういう形でできるかというところを含めて検証しております。で競合優位性で言いますと、ブルーカーボンクレジットで収益できる事業プランを持つ企業はいらっしゃらないというところがありますので、私たちでいうと1トン CO2 あたり5万円以下、今後ももう少し改良して安くしていこうとしているんですけれども、5万円以下で作れるというところが強みになっております。CO2 を食べる自販機なんですけれども、こちら都会の中に森を作るというコンセプトで展開をしておりまして、自販機のこの下の部分ですね、この取り出し口の下の部分にスリットが入ってまして、通常ここから空気を取り込んでですね、中の商品を冷やしたり温めたりしております。でこの空気の流れのいい場所の、扉の裏側がデッドスペースになってましたので、そちらにCO2 の吸収剤ですね、粉末状のものなんですけれども、
そちらを通気性のある、空気と通りやすい箱の中に入れて、そのデッドスペースに置いているという、比較的簡単な仕組みで動いています。こういった仕組みで自動販売機の運転と同時に CO2 を回収していきまして、活用していくということを考えております。当社が開発したデパックに関しましては、電気を使った細胞を保存する技術がデパックと呼んでいます。もとも、効果としては、細胞の活性化と酸化を抑制するの2つの効果がございます。食材に細胞を活性化させると、ドリップが少なくなったりとか、あと、ぶどまりの工場にさせることが可能です。で、また、食材の、酸化を抑制させることによって、変色、匂いなどの発生を抑え、で、長期保存させることが可能です。長期保存をさせることによって、また、うまみ成分が増加し、アミノ酸ですよね、増加したりとかすることによって、低温での熟成することを図ることができます。で、こういった、ご評価をしていただいて、効果をご評価していただいて、今現在、スーパー、コンビニの工場、あとお肉や魚の加工工場に導入していただいている実績がございます。サンゴ群衆移設法と呼ばれる方法になります。でこちらの写真は、コーラルバギーという専用の道具になるんですけども、簡単に言うとサンゴ専用のボートです。この、ボートの中にサンゴの群れを乗せてそのまま別の場所に運ぶといった技術になります。でいろいろと側面であったり、中は網網の枠になってたり、船首部って書いてますが、船首部であったり底の板全部バラバラにすることができます。このバラバラになるという構造が非常に重要なポイントとなってきます。このリーフボール簡単に特徴をお伝えしますと、まず魚の住処になる、これ置くだけで中が空洞で住み着く場所になるんですよね。なのでこういった住処になり、であとこれアメリカの方が30年前に気づいたのが、先ほどあったアルカリの溶出を抑制すると、そういったコンクリートを開発しております。なのでこういった環境面からも、コンクリート作りをしており、そこにセメント材料が、中空洞で少ない、そして砂地に設置できるですね、砂地に設置でき消波効果があるというので、ああいった穴が開いているので、実は穴の中に波が入って波を上に逃がして減少させると、そういったことを、取り組んでおり、こういった海岸浸食がひどいようなところに並べて、消波効果としても使われております。でまずですね、未利用のバイオマス植物ですね、例えば日本にもたくさんあります間伐材とか稲わら、他にもいろいろ植物由来のものがある、それの粉とですね、それから植物由来の、ここが大切なんですけど、複数の成分解性樹脂、これを選び出してきて、それを適宜配合していくわけです。熱をかけて練り込んで出てきたこういう米粒みたいなのを、これが、私たちのプラスチックで、これ1種類じゃありません、何種類もあります。これから成形でいろんなものを作っていくわけです。で今海でも成分解すると言いましたけど、海というのはもうバクテリアの量も数も少ないのでなかなか成分解しないんですが、コンポスト食べ残しとか土壌中ではさらに早く成分解するという、こういう特徴があります。こういうことで私たち登録も特許になりましたけど、これ3件を持っております。でこういうその植物の粉と一緒にして何がいいのかっていっぱいあるんですけど、原料コストダウンできるんですね。植物の粉って安いですよね。100円とかそんなもんなんですよ。それにプラスチックの方が高いんですけれども、それを平均化されます。